第1章底なし沼への入り口。コンクリートの壁に囲まれた6畳一軒。高橋風太高橋壮太21歳。彼の世界はこの薄暗い部屋と同じように出口のない閉塞感に満ちていた。地方の期待を一身に背負い東京の大学へ進学してきたものの、現実はあまりに厳しい。父親が病で倒れたという一本の電話が彼の日常を根底から覆した。頼みの綱だった仕送りは途絶え、追い打ちをかけるように深夜まで働いていた居酒屋のアルバイトも経営不振を理由にシフトを激減させられた。ピロン。無機質な電子音が静寂を切り裂く。スマートフォンの画面には家賃のお支払いについてという見慣れてしまった件名のメールが表示されていた。ため息さえもったいない。冷蔵庫を開けても中身は空っぽ。胃袋の痛みと将来への不安がじわじわと風太の精神を蝕んでいく。友人たちに相談するなんてもってのほかだった。プライドが邪魔をする。弱音を吐けば哀れまれる。そんな惨めな自分を認めたくはなかった。社会からたった一人取り残されていくような焦燥感だけが彼の心を支配していた。その夜も空腹と不安で寝つけず、意味もなく SNS のタイムラインをスクロールしていた。きらびやかな友人たちの投稿がナイフのように胸に突き刺さる。そんな時、彼の指がとある投稿の上で止まった。高額バイト、即日現金、書類を受け取るだけ、未経験者歓迎、怪しい。頭の中の警報がけたたましく鳴り響く。だがその投稿に添えられた日給5万円という文字が悪魔的な輝きを放って風太を誘惑していた。一度だけなら誰に言うでもない言い訳をつぶやき、引き寄せられるようにそのアカウントのプロフィール画面を開く。そこに記載された連絡先に震える指でメッセージを送ってしまった。それが底なし沼への入り口だとも知らずに、第2章指示役系の巧みな罠。メッセージを送ってからわずか数分後、ピロン。返信があった。あまりの速さに風太の心臓がドキリと跳ねる。はじめまして、K と申します。ご連絡ありがとうございます。丁寧な言葉遣い。しかしどこか感情の温度が感じられないテキストだった。K と名乗るその人物は風太の SNS プロフィールをすでに見ているようだった。高橋風太さん、大学生なんですね。真面目そうでとても好感が持てます。君のような賢い学生さんにぜひお願いしたいお仕事があるんです。警戒心を解きほぐすような巧みな言葉。風太が仕事内容について尋ねると K は待っていましたとばかりにもっともらしい嘘を並べ立てた。これは企業のオーナー様が合法的に税金を抑えるお手伝いをする仕事です。いわゆるグレーな節税スキームというやつですね。違法なことでは全くないので安心してください。風太さんには専門の者が作成した大切な書類をお客様の元へお届けし、別の書類を預かってきていただくだけです。書類の受け渡しだけ。その手軽さが風太の罪悪感を麻痺させる。しかしそれでも拭えない不安が彼の指をためらわせた。風太が返信を渋っていると K の文面がわずかにその色を変えた。どうしました？もしかして怖くなりましたか？大丈夫ですよ。君の大学や今住んでいるアパートの住所も調べようと思えば我々には簡単なことなんです。でもそんなことはしません。我々はパートナーですから。背筋が凍るような感覚。それは優しさを装った紛れもない脅迫だった。そしてすぐさま甘い蜜が差し出される。最初の仕事で成功報酬として10万円を保証します。これがあれば当面の生活には困らないでしょう。恐怖と抗いがたい報酬。風太の思考は完全に停止した。断れば何をされるかわからない。だが従えば目の前の苦境から抜け出せるかもしれない。天秤にかけられたのは彼の良心と生存本能だった。そして彼は後者を選んでしまった。やります。その一言を送信した瞬間、もう後戻りはできないことを彼は悟った。第3章初めての犯行と消えない罪悪感。犯行当日、風太のスマートフォンにはメッセージアプリテレグラムを通じて K から一方的な指示が次々と送りつけられてきた。自動消去機能が設定されたメッセージはまるで犯罪の証拠を残さないという強い意志の表れのようだった。今日の服装は
黒のスーツ、カバンは A4 ファイルが入るビジネスバッグ。13時に指定の住所へ向かってください。インターホンが鳴ったら銀行のものですと名乗りなさい。詳しい会話はこのマニュアル通りに。一言一句間違えるな。添付されたマニュアルには金融機関の職員を装い、キャッシュカードの不正利用被害を防ぐための手続きだと偽るための完璧な台本が用意されていた。罪の意識が鉛のように風太の体にのしかかる。だがもう引き返す道はなかった。指定された住所は都心から少し離れた閑静な住宅街の一角にある古いが手入れの行き届いた一軒家だった。表札には鈴木と書かれている。庭には色とりどりの花が咲き誇り、この家に住む人の穏やかな暮らしぶりが伺えた。それが余計に風太の胸を締め付けた。震える指でインターホンを押す。はい、どなた様でしょうか。スピーカーから聞こえてきたのは優しそうな高齢女性の声だった。あ、銀行の高橋と申します。キャッシュカードの不正利用に関する新しいセキュリティ対策のご案内でお伺いいたしました。マニュアル通りになんとか声を絞り出す。数秒の間の後、ガチャリとドアが開いた。そこに立っていたのは腰の曲がった小柄な鈴木さんだった。まあ、ご苦労様です。どうぞ中へ。いえ、玄関先で結構です。この封筒に現在お使いのカードと暗証番号を書いたメモを入れて封をしていただくだけですので。鈴木さんは風太の言葉を何の疑いもなく信じ込み、最近は物騒だからね、わざわざありがとうねと何度も頭を下げた。その純粋な善意が鋭い刃物となって風太の良心を突き刺す。言われた通りにカードとメモが入った封筒を受け取る。ずしりと重い。それはたった数グラムのプラスチックの重さではなかった。一人の人間の人生と信頼の重さだった。ありがとうございました。失礼します。逃げるようにその場を立ち去り、角を曲がったところで風太はたまらず路地裏に駆け込んだ。胃の中のものが全て逆流してくる。だが出てきたのは苦い胃液だけだった。彼の胃は罪悪感で満たされる前にとうの昔に空っぽになっていたのだから。第4章脅迫と監視の恐怖。K の指示通り公園のゴミ箱の裏に封筒を置く。その直後スマートフォンが震えた。 K からだった。ご苦労様でした。報酬として指定の口座に2万円を振り込んでおきました。確認してください。2万10万円じゃなかったのか。約束が違う。風太は震える指で抗議のメッセージを送った。話が違います。10万円と返信はすぐに来た。しかしその文面はこれまでの丁寧なものとは全く違っていた。勘違いするな。お前はもうただのバイトじゃない。共犯者だ。警察に駆け込んだところで真っ先に捕まるのは実行犯のお前なんだぞ。血の気が引いていくのが分かった。冷酷な現実を突きつけられ言葉を失う。仕事を辞めたい。そう懇願するメッセージを送ると K はさらに非情な手を打ってきた。ピロン。通知を開くと画面に表示されたのは見覚えのある写真だった。大学のサークルの仲間たちと笑い合う自分の姿。故郷の両親と写った去年の正月の写真。それらはすべて風太の SNS アカウントから抜き取られたものだった。お前が裏切るようなことがあればこいつらがどうなるかわかるよな。お前の行動は常に我々が見ている。忘れるな。見えない鎖が風太の首に巻きつく感覚。もはや彼は奴隷だった。誰にも相談できない。警察に行けば自分が捕まる。逃げれば大切な人たちに危害が及ぶかもしれない。恐怖が彼の思考を完全に麻痺させていた。第5章一筋の光。それからというもの風太の日常は地獄へと変わった。 K からの次の犯行指示を無視し続けていると嫌がらせが始まった。非通知設定からの無言電話が昼夜を問わず鳴り響く。なぜでない？死にたいのか？お前の母親は今頃何をしているかな？脅迫的なメッセージが彼の精神を少しずつしかし確実に削り取っていく。食事は喉を通らずベッドに入っても罪悪感と恐怖で一睡もできない日が続いた。大学の授業にも当然出られるはずがなかった。ある朝洗面所の鏡に映った自分の姿を見て風太は愕然とした。頬はこけ目の下には深いクマが刻まれまるで生気のない幽霊のようだった。このままじゃ本当にダメになる。
死がすぐそこまで迫っているような気がした。その恐怖が皮肉にも彼に最後の力を振り絞らせた。彼はか細い指でスマートフォンをつかみ、震えながら検索窓に文字を打ち込んだ。闇バイト抜けたい、自主減刑。表示されるのは絶望的な情報ばかりだった。だが彼は諦めなかった。何ページも何ページもスクロールし続けた。その時、あるウェブサイトのタイトルが彼の目に飛び込んできた。若者の犯罪からの更生を支援します。立花法律事務所。藁にもすがる思いだった。サイトに書かれた経歴を見ると、少年事件や若者が巻き込まれる犯罪の弁護を専門にしている弁護士らしい。そのページの隅に書かれた初回相談無料の文字。ごくりと乾いた喉が鳴る。震える指でそこに記載されていた電話番号をゆっくりと、しかし確かにタップした。それは暗闇のどん底から差し伸べられた一筋の光のように思えた。第6章弁護士との出会い、そして決意。コール音が永遠のように長く感じられた。数回のコールの後、受話器の向こうから落ち着いた男性の声が聞こえた。はい、立花法律事務所です。ご相談が。声が情けなく震える。事情を話そうとしても恐怖と罪悪感で言葉がうまく出てこない。しかし電話口の男、弁護士の立花はそんな風太の言葉をせかすことなく、ただ静かに耳を傾けてくれた。そうか、辛かったな。君は大きな過ちを犯してしまった。だがまだやり直せる。一人で抱え込まず、すぐに事務所に来なさい。私が君の味方になる。力強いその言葉に、風太の目から堰を切ったように涙が溢れ出した。翌日、風太は指定された法律事務所の前に立っていた。重厚なドアがまるで彼の罪の重さを示しているようで足がすくむ。だが彼は意を決してドアノブに手をかけた。応接室で待っていた弁護士の立花は想像していたよりも若く、鋭い目つきの中にも温かさを感じさせる人物だった。風太はこれまでの経緯と恐怖に耐えながら保存し続けてきたケイトのテレグラムのやり取りのスクリーンショットを全て立花に見せた。立花は腕を組んで黙って全ての資料に目を通した後、静かに口を開いた。これは極めて悪質な特殊詐欺グループだ。君は加害者であると同時に彼らにとっては被害者でもある。脅迫によって意思に反して犯行を強制させられていた側面も強い。そして立花は風太の目をまっすぐに見据えていた。高橋くん、君が本当に自分の犯した罪を悔いやり直したいと願うなら、道は一つしかない。警察へ自首し捜査に協力することだ。君が持っている情報はこの卑劣な犯罪グループを壊滅させるための何よりの武器になる。君が捕まるリスクを冒してでも彼らを止めなければ、また新たな被害者が生まれることになるんだ。立花の言葉は厳しく、しかしどこまでも誠実だった。自首し捜査に全面的に協力することで君自身の罪が軽くなる可能性は十分にある。危険な道だが君が覚悟を決めるなら私が最後まで付き添う。どうする？風太は涙で濡れた顔を上げた。その目にはもう怯えの色はなかった。自分の過ちと、そして卑劣な犯罪者たちと戦うことを決意した強い光が宿っていた。やります。俺、戦います。第7章逆転のシナリオ。数日後、風太は立花に付き添われ、警視庁の建物の前に立っていた。息を吸い込むと、肺が冷たくなるような緊張感が全身を駆け巡る。担当の刑事は、最初は風太を単なる金に目がくらんだ愚かな若者として厳しい口調で追及した。だが立花が法的な観点から風太の置かれた状況を説明し、風太自身が涙ながらに深い後悔の念と犯罪グループへの怒りを語るうちに、刑事の見る目が少しずつ変わっていった。そして風太が提供したケイトの詳細なやり取りの記録を見たとき、刑事の表情は険しさを増した。なるほどな、これは単なるチンピラの集まりじゃない。かなり大規模で組織的なグループだ。刑事は腕を組みしばらく考え込んだ後、風太と立花に向き直っていった。高橋くん、君に一つ頼みたいことがある。危険な役目になるが協力してくれるか？刑事から提案されたのは
まさかのおとり捜査だった。風太が K に騙されたふりを続け、次の受け子の仕事を引き受ける。そして警察が完全に包囲網を敷いた受け渡し現場に犯人をおびき出すという作戦だった。もちろん君の安全は我々が命を懸けて守る。だが万が一ということもある。断る権利は君にある。橘が心配そうに風太の顔を覗き込む。失敗すれば何をされるかわからない。だが風太の心はすでに決まっていた。ここで逃げれば自分は一生罪の意識と後悔から逃れられないだろう。自分のような人間をもう二度と生み出してはならない。やらせてください。俺に償わせてください。風太ははっきりとそう告げた。刑事の目がわずかに和らぐ。逆転へのシナリオが静かに幕を開けた。第8章反撃ののろしのろし。その日から風太の孤独な戦いが始まった。彼のスマートフォンはもはやただの通信機器ではない。犯罪グループを欺き罠にかけるための武器となっていた。橘と刑事の指導のもと、風太は K にテレグラムで連絡を入れた。K さん、この前の仕事報酬が2万って安すぎますよ。話が違うじゃないですか。俺もっと金が必要なんです。もっと割のいいでかい山ないんですか？それは金に汚くどこまでも強欲な青年を演じるための渾身のメッセージだった。最初は風太を疑っていた K も彼の迫真の演技ともっと大きな利益という餌に次第に食いついてきた。調子のいいやつだ。いいだろう。次はお前に1000万クラスの案件を回してやる。だがしくじるなよ。しくじったらどうなるか分かってるな。K を完全に信用させるため風太はさらに大胆な芝居を打つ。もちろんですよ。ただ受け渡し場所は俺に決めさせてほしい。何かあった時すぐに逃げられるように人目が多くて入り組んだ場所がいい。それは警察が包囲網を張りあらゆる角度から監視カメラを設置できる場所を暗に伝えるための提案だった。風太が指定したのは都心にある複数の出入り口を持つ大きな公園。K はその提案をあっさりと受け入れた。作戦決行の日時がついに決定する。メッセージを打ち終えた風太の手は冷たい汗でぐっしゃりと濡れていた。反撃ののろしは今確かに上がったのだ。第9章断罪の瞬間。そして作戦当日、風太は指定された公園のベンチに一人座っていた。耳につけた超小型のイヤホンからは刑事の落ち着け高橋くん、我々が必ずお前を守るという声が聞こえてくる。だが早鐘のように鳴り響く心臓の音は一向に収まりそうにない。公園を行き交う人々、子供たちの楽しそうな笑い声、そのすべてがまるで別世界の出来事のように感じられた。あの平和な日常の中に自分はもう戻れないのかもしれない。そんな考えがふと頭をよぎる。その時一人の男が風太の目の前に立った。鋭い目つき、がたいのいい体。K が事前に送ってきた金回収役の男の写真と特徴が一致する。男は何も言わず顎で封筒を指し示した。風太は警察から渡されていたダミーの封筒を震える手で男に差し出す。男が封筒を受け取り中身を確かめようと指をかけた。その瞬間だった。動くな。警察だ。周囲に溶け込んでいたカップルやベンチで新聞を読んでいた老人、清掃員の格好をしていた男女が一斉に男へと飛びかかった。彼らは皆この瞬間のために配置されていた私服警官たちだった。あっという間に地面に押さえつけられた男はなんだと、はめやがったなと叫ぶ。その声が風太にとって勝利のファンファーレのように聞こえた。現行犯逮捕された回収役は観念したのかすぐに全てを自供した。彼のスマートフォンに残されていた指示の履歴からグループが潜伏するアジトであるマンションの一室が瞬時に特定された。刑事たちがアジトに踏み込むとそこには数人の男たちとリーダー格である K がいた。 K はモニターに映し出された公園の映像を見て呆然としていたという。俺は知らん。こいつらに命令されてやっただけだ。 K は逮捕の瞬間までそんな見苦しい悪あがきを続けた。しかし風太が命がけで提供した彼との詳細な通信記録という動かぬ証拠の前にはいかなる言い訳も通用しなかった。主犯格として逮捕された K の情けない顔がニュースで報じられた時、風太は
ようやく長い悪夢から覚めたような気がした。第10章再生への誓い。数ヶ月後、風太は法廷の被告人席に立っていた。下された判決は、詐欺未遂の罪での執行猶予付きの有罪判決。自首したこと、そして危険を顧みずに捜査へ全面協力し、大規模な特殊詐欺グループの壊滅に大きく貢献したことが最大限に考慮された結果だった。被告人は自身の過ちと真摯に向き合い、社会人として更生することを裁判所は期待します。裁判長の言葉が静かな法廷に響き渡る。風太は深く頭を下げた。判決が出た数日後、風太はあの日訪れた鈴木さんの家の前に再び立っていた。立花の弁護士が事前に連絡し、事情を説明してくれていた。インターホンを押す指があの時以上に震える。ドアが開き、鈴木さんが出てきた。風太はその場に崩れるように土下座した。本当に申し訳ありませんでした。声にならない声で何度も謝罪する。鈴木さんはそんな風太を黙って見下ろしていたが、やがて静かに口を開いた。顔を上げなさい。恐る顔を上げると、鈴木さんは厳しくもどこか温かい眼差しで風太を見つめていた。あなたを許したわけじゃありません。私が受けた心の傷は一生消えないでしょう。でもあなたは自分の過ちから逃げなかった。それはとても勇気がいることだったはずです。鈴木さんは一つ息をついた。過ちは誰にでもあります。大切なのはその過ちをどう償っていくかです。これからのあなたの人生で時間をかけて返していきなさい。その言葉が何よりの罰であり、そして何よりの救いだった。風太の目から再び涙が溢れ出す。それは後悔の涙ではなく、再生を誓う温かい涙だった。季節は巡り春。風太は再び大学のキャンパスを歩いていた。失われた時間を取り戻すのは簡単なことではないだろう。だが彼の足取りは力強く確かだった。自分の罪を背負い、鈴木さんの言葉を胸に刻み、彼はこれから新しい人生を歩んでいく。青く澄み渡った空を見上げ、風太は固くそう誓うのだった。Tips コーナー。あなたの身を守る法律知識。皆さん、本日のエピソードはいかがでしたか？風太のような若者が甘い言葉に誘われて犯罪に加担してしまうケースは後を絶ちません。今回はこのような特殊詐欺に関連する法律知識を少しだけご紹介します。詐欺罪刑法第246条。今回のエピソードのように人を騙して財産を交付させる行為は詐欺罪という犯罪にあたる可能性があります。たとえ風太のように末端の受け子であっても、犯罪組織の一員として重い罪に問われることがあります。書類を受け取るだけ、荷物を受け取るだけといった簡単な仕事に見えても、その背景に犯罪が隠れていないか、常に疑う心を持つことが大切です。自主と捜査協力の重要性。もし万が一犯罪に加担してしまった場合、風太のように勇気を出して警察に自首することが非常に重要になります。自首し捜査に協力することで自身の刑が軽くなる可能性があります。何より被害の拡大を防ぎ、犯罪組織を壊滅させることにつながります。一人で悩まず、まずは弁護士などの専門家に相談してください。犯罪収益移転防止法。この法律は詐欺などの犯罪によって得られたお金が組織から組織へと渡り、資金洗浄マネーロンダリングされるのを防ぐためのものです。警察はこの法律に基づいて詐欺に使われた銀行口座を凍結することができます。もし自分の口座に身に覚えのない大金が振り込まれたり、他人に口座の譲渡を頼まれたりした場合は絶対に安易に応じてはいけません。あなた自身が犯罪に巻き込まれてしまう可能性があります。おかしいなと思ったらすぐに警察相談専用電話9110や信頼できる大人に相談してください。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。